こんばんは。お元気ですか？今日は11月26日の水曜日ですね。ちょっと夜になってしまいました。今日はね、いつも通り昼間に喋って夕方にアップしようかなって思ってたんですけど、なんかちょっとタイミングを逃してしまって。で、アップしなくてもよかったんですけども、極力ね、週に2回ぐらいは言葉を発しようっていう気持ちがあるので、特に体調が悪いとかじゃなければね、なんかとりあえず喋っとこうと思って今、7時25分なんですけどね、夜の喋ってます。だから多分8時半くらいにはアップできたらいいなっていうふうに思いますね。映像の方はね、今日の昼間の映像ですね。で、なんか首にマフラーみたいの巻いてますけども、部屋でね、仕事をしながら、肩とかにね、肩掛けショールっていうのかな、肩を温めるためにこうかけてたやつを、こうちょっと動いてる時もね、ちょっと、脱いじゃうと首周りがちょっと寒くなるので家の中なんですけども、ちょっと首周りに巻きつけといてね、あったかいまま、コーヒーを入れてました。ね、そんな感じで、日に日にね、寒くなってきますね。11月ももう26日って終わりじゃないですか。気がついたらもう12月になっちゃうんですね。だから20じゃないや、2025年が終わってしまうんですね。わあ、どうしよう、なんか全然何もできてないのに終わってしまうみたいなね、そういう焦りがあるんですけども、トータルで見たらね、2025年は、自分的にはね、いろいろ目標達成できたこともあるかなっていうのはあるんですよね。一応こう自分だけでこうサラリーじゃなくて、自分一人でどうにか生活費ぐらいは稼いでこれたのでっていうところですね。ただ今年2025年の後半になっていろいろその辺が失速してですね、収入の面でだいぶ落ちてしまって、どういうふうに収入を増やしていったらいいんだろうっていう点と、新しくこう違うこうトライをしたいんですけども、ちょっと今やってるっていうかずっとやってるそのベースの収入源に今してることがやっぱりね、時間とか労力がかかっちゃってて、なかなかこうね、新たな方にエネルギーを回せないというか、時間とエネルギーを回せないっていうのがうわダメだ、こんなんじゃダメだみたいなことをね、毎日思いながらやってるんですけどなんかちょっと笑っちゃうんですけど、ダメすぎて自分がただね、なんて言うんだろう、一応頑張ってはいるんですよね。で頑張ってる中でもその体の体調っていうのがあるんですけども、すごく体調が悪いとかじゃないんですけど、最近すごい悩んでんのが肩こりと首と肩がちょっと痛いっていうのが慢性化しちゃってて、その原因が何なんだろうっていうのがちょっと分かんないんですよね。でずっとパソコン作業をね、一日ずっと何時間もやってるのでっていうのもあるんですけども、なんていうのかな、それだけじゃないような気がしてるんですよね。何ヶ月か前に昇降デスク、スタンディングデスクを買ったので、立ちながらパソコン使ってるので、姿勢はねだいぶ改善して、腰痛とかはねだいぶ予防とかになってて、腰痛とかは今平気なんですよね。で斜め下を見るっていうのもね、結構直立して高い位置でパソコンの画面見てるんで、そんなに首もね下向いてないんですよ。でも結構首が最近辛くて、でなんかいろいろ最近は習慣になってきたのが、夜にね肩と首のこりを解消するヨガをやるのが結構習慣になってきたんですけども、それで良くなった部分もあるんですけども、もしかしたら
前々からね、ちょっと首は少し悪くしてたところはあったんですよね。だからそういうもともと悪かった部分が、こう、肩こり、首こりのヨガとかをやることによって、なんて言うんだろう、逆にこう悪い部分でしっかりもう固定されちゃってた部分が少しこう動かすことによって動かされてきて、好転反応かどうかはわかんないですけども、つまりこう正しい位置じゃなくてもずっとそこで落ち着いてこうはまっていた部分が少し刺激されて、もしかしたら正常の位置に戻ろうとしてるっていう時の痛さっていうのもあるのかもしれないけども、随分これはね、なんていうか楽観的観測な気がするんですけども、ただそんな首こりとか肩こりになるほどなんかこう悪い姿勢にずっといた記憶がないっていうのがあるんですよね。で、そういうね、肩こりとか首こりとかがね、どうしてもこの仕事のね、こうパフォーマンスを下げるというかね、こうなんていうか頑張りが踏ん張りがね、もう一歩効かないところが出てきちゃうんですよね。こうやってるうちに辛くなってきちゃって、うわーきついとか思って、肩が辛いとか思って、こう休みたくなっちゃうんですよね。だからこまめに休んだりとかはしてるんですけども、結局それを繰り返していると、その辛いっていうのを繰り返すだけで結構疲れるんですよね。疲労にもつながるので、この肩こり首こりがなかったら一日のうちにあと1時間くらいは普通に頑張れるんじゃないかなっていう気がするんですよね。で、結構こうなんだろう、肩が辛いとか首が辛いから、その辛いのを紛らわすために YouTube 見たりとかしちゃってるんですよ。だからなんかこうだらけたいなと思って YouTube を見ちゃうっていうよりも、気を紛らわすために YouTube 見てるみたいな部分があって、体調が悪かったりとかストレスが溜まった時にやけ食いするのと似てる感じですよね。だからそういう意味ですごい時間が無駄だっていうのもあるし、せっかくそういうのを見るんだったら 100% 楽しいなと思って、これは今休憩時間だ、やったーみたいな気分で見ないともったいないみたいな感じもするんですよね。だからちょっと首とか肩は直したいなっていう気持ちはすごくありますね。応急処置としてね、すごくこうもう辛いっていうダメだ、もう今日仕事できんっていうくらい辛くなったら、こう湿布とかじゃなくて塗るやつあるじゃないですか。肩こりとか腰痛の塗るやつで、湿布みたいな成分が含まれてて、こうスーッと楽になるやつ、あれをねこう塗ったりとかしてやってるんですけども、あんまりこうずっと何回も塗りすぎちゃうとね、湿布とかね、そういう塗り薬でも体に吸収されていくので、そういうなんていうかね、アスピリンを大量にでもないけど、結局服用薬、そういう薬を飲んでるのと同じように、そういう成分を体に吸収しすぎちゃって良くないっていうのもあるので、それも根本的な解決ではないけれども、なんていうかエマージェンシーですっていう時だけそういうのを塗ったりとかしてますね。ただやっぱり根本解決はしたいと思ってるんですよね。だからとりあえず寝る前のヨガとかはね、肩こり首こり改善系のヨガはやるようにはしてますよね。ただね、それで良くなったっていうより、それで逆にやっぱりちょっとなんか痛みが出てきたっていう部分があるので、それがね好転反応なのではないかって自分の中でねこう思ってしまう要因だったりはするんですけどね。そんな感じで最近はちょっと肩が辛いっていうのがね少しネックなんですよね。もともとちょっと首とか悪くなってた部分はあったんですけど、なんていうのかな、最近はね前の動画でもちょっとちらっと言ったんですけども、肩甲骨が前より少しこう可動域が広がったんですよね。肩こりヨガとかね、そういうのをやってるうちにね。でだから肩甲骨とかめちゃめちゃ今前よりもこうゴリゴリして音も鳴るんだけど動くようにはなってるんですよ。だからなんか今まで固まりきってた部分が動くようになったっていうのもやっぱ関係してんのかなって思うんですよね。
でなんか最近痛いなって思うポイントとしては、首の頸椎と胸椎のなんていうか、頸椎から胸椎に変わる境目のところみたいな。だからこうつまり脊柱の中で首の部分が胸椎じゃないですか。でその胴体の部分から一応胸椎って呼ばれてるじゃないですか。だから首の頸椎が第7頸椎まであるじゃないですか。1234567って。で第7頸椎のあたりが肩甲骨の骨とくっついてますよね。だからちょっとその辺が痛いような気がするんですよね。肩こりのこの全体的な嫌な感じと、ちょっと嫌な痛みと、動かした時にピリピリってする電気が走るような感じとか、ちょっと首のその辺がちょっと違和感というかね、嫌な感じがあって、もともとちょっと悪かった部分からさらに肩甲骨あたりが動くことによって発生してる動きなのかなっていうような気がしますね。なんだろう、今まで動かなかった分、その神経に触れなかった部分が触れたりしてるとか、そういうのもあるんですかね。とりあえず様子を見ながら無理な運動はしないですけど、どうやったら痛いとかね、そういうサインをしっかり客観的に見ながら、これは良さそうって思えるね、この動きとか可動域がどう変化していくとか、あとは見た目ですね。見た目ちょっとずれてるなっていう部分はもともと目で見ても確認できる感じだったんですけど、そこが変わってきたりしないかなとかね、そういうのを自分でちゃんと観察しながら、ちょっとすごいひどいとかだったらね、もちろん専門家のねところに行きますけれども、ただね、この整骨院とか整体系とかってね、結構先生を選ばないとっていう、結構先生によって考えがいろいろっていうのもあるので、なんていうのかな、やっぱまずは自分でしっかり見極めながら、自分の意見をきちんと伝える状態にして、自分の見解とかね、私は専門家ではないけど、私の体については私が一番観察もしてるし、この違和感とか痛みとかそういう感覚っていうのはね、この本人しかわからない部分なので、だからね、そういうのはね、気をつけていきたいなっていうのと、できたらね、すっきり治していきたいなっていうのはありますね。そんな感じで肩早く治したいなと思いつつ、最近のちょっとネックはその肩と首がちょっとねっていう感じでございます。そうだな、あとはここ数日とかだと何日か前に床掃除をしましたね。もともとちょっと床の掃除したいなとは思ってたんですよ。私が今のこの賃貸のお部屋にね、引っ越してきて4年半以上経ってるんですけれども、やっぱね、この床のフローリングのところにね、なんとなく汚れこびりついてくるっていうかね、なんか私毎朝床シート、クイックルワイパーみたいなやつで、軽く水拭き、ワイパー的なウェットシート的なものでね、水拭きみたいな感じで簡単にはしてるんですけども、それだともう全然汚れが落ちないくらいなんとなく黒ずみっぽい汚れが溜まってきちゃってるんですよね。だからもしかしたらそういうのって、ずっとそこで生活してるとね、例えばラーメン食べた時に汁が飛び散るとかね、そういう食べ物とかね、その油分が入ったものとかがちょっとずつ蓄積されていって、そういう黒ずみっぽい汚れになっちゃうのかなって思ったりしたんですよね。だからちょっとしっかり雑巾で水拭きしたいなっていうのはもう夏ぐらいから思ってて、なんやかんやでね、年1くらいはね、そういう雑巾での水拭きはしてるんですよね。で、めんどくさいなと思いつつ、3日ぐらい前かな、水拭きしたんですけど、結構汚れがね、根強くって、ただ水拭きしただけではあんまり取れなかったんで、場合によっては今度簡単なね、このアルカリ系の洗剤とかを薄く入れたやつでやった方がいいのかなとか思いつつ、ただね、あんまりやりすぎてワックスとかが取れて、とっくに取れてんのかもしれないですけど、そうするとね、賃貸のお部屋とかだとね、ワックスって賃貸だとなーっていう気がするんですよね。だからよく売ってる
ウェットシート、床ウェットシートのワックスシートっていうのも売ってるじゃないですか。あれネットとかで調べるとね、気休めですみたいなコメントとかが結構多いんですけど、それでもやんないよりかはいいのかなと思いつつ、今度ね、そういうウェットシートのワックスシートでも買ってきてみようかななんて思ったりとかしてますね。そんな感じで床は掃除したけどあんまり綺麗になんなかったっていうね。ただね、この気持ち的にはそれでもね、汚れはだいぶ落ちたはずなのでね、なるべく清潔にしたいなっていうのはありますね。なかなかめんどくさくてできないけど。そうそう、さっきね、ちょっと昇降デスクの話になりましたけどね、昇降デスク買ってから夏のちょっと前ぐらいに買ったような気がするんですけど、あれね、買って本当に良かったなって思いますね。正解、お買い物、今年のお買い物で、大正解だったものの一つですね。2万円弱ぐらいだったかな。1万5千いくらだったかな。ちょっと全然覚えてないんですけど、とにかく2万円、もうちょっとしたかな。でも2万円はしなかったような気がするんですよね。あれ、もし、お家でお仕事をずっとされてる方とかね、いたら、ちょっと1個、買ってもいいんじゃないかなって思いますね。それくらい、費用対効果があったっていうふうにね、私は思ってるものですね。やっぱり長く座り続けることで腰痛の原因になったりとか、あとは、姿勢がどうしてもね、座ってると、少し、特にじっと見つめて考え込んじゃうと、若干猫背気味、巻き肩気味になったりするところ、やっぱり立ってるとね、その辺が猫背や巻き肩になりにくいっていうのはありますね。あと立ってた方がおそらくですけども、呼吸が浅くなりにくいんじゃないかなっていう気がしますね。で、立ってて疲れたら座ればいいので、定期的にね、立ったり座ったりっていう風にね、姿勢を定期的に変えるっていう習慣もね、いいなっていう風に思いますね。あと、単純にね、立ってたらその分ね、立ってるから動いてないとはいえ、一応ね、体重を支えてる下半身、足を使ってるってことになるので、それはね、やっぱりずっと座ってるよりは、じっとしている、静かにしてるの正の筋肉にはなりますけれども、そういう意味でも足腰を、座って使っているっていうのは、いい状態にはなるだろうなっていうふうには思いますね。やっぱ足腰ずっと座ってるとね、やっぱ足も衰えると思うので、立ってるだけじゃ限界はあるとは思うんですけども、ただ立ってるだけの、立ってるとね、脊柱起立筋あたりも使いそうな気がするじゃないですか。インナーマッスル系とかもね。だから、いいんじゃないかなっていうふうに個人的には思いますね。で、やっぱりね、この昇降デスク買って使い始めの頃はね、だいたい30分ぐらいで足が疲れたんですよ。で、別にそれ頑張るもんじゃないんで、30分経って疲れたなと思ったらまた座ってまた30分とかやって、で、そろそろもうまたもう一回立とうかななんて思って立ったり座ったりとかやりながらやってたんですけども、気がついたら、足が疲れたなって思うのが、続けて1時間くらい経った頃に足疲れたなっていうふうに思うようになってたんで、そういうね、足の、ただ立ってるために使う筋肉っていうのも、ちょっとは鍛えられてっていうほどじゃないんですけど、使われてね、ちゃんと、るのはいいのかなっていうふうに思ったりとかしましたね。そうそう、内容にすごく集中しちゃってる時とかはね、2時間ぐらい立ちっぱなしの時とかはあったりとかしたんですけども。そうそう。なのでね、そんな感じで昇降デスクはね、健康とかにもね、いいと思うので、いいかなっていうふうに思いますね。あとはね、仕事の内容ですごく集中して、なんていうんだろう、細かいこととか、間違ってはいけない、ちょっと気合い入れてやる時とかは、座ってしますね。そういう時はね、やっぱり座った方がね、多分座ってる方がバランスがいいじゃないですか。立ってると、ある程度多分直立して、体が倒れないようにというか揺るがないようにするための部分に、
体がこうなんとなくこう意識がいってると思うんですよ。だから座ってる方がものすごい集中がいるような場合とかは座ったりとかしてやってるっていう感じで、まあそれもね、まあメリハリがあっていいんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあとりあえずね、それ以来腰痛とかもね、特に起こしていないので、まあなるべく腰痛にならないように気をつけてはいるっていうのもあるんですけども、気をつけてても1日8時間とか座ってたらやっぱ腰痛にはなっちゃってたんで、前ももともと気をつけてたわけですから。なので、今年のお買い物のすごく費用対効果が一番良かったなっていうのは昇降デスクなんじゃないかなっていうふうに思ったりしました。うん。そうそう、そんな感じでございます。あ、そうだ。あと話は変わるんですけれども、私ずっとライブ配信をやってないんですよね。やるやるって言って、やりますって言い出してから、月1ぐらいでやるって言って、3回ぐらいでやめちゃったんですよね。で、やめちゃったっていうか、やめたっていうか、ちょっとね、やりにくくなっちゃったんですよ、環境的に。っていうのも、私が住んでいるお部屋の横の部屋の人がね、引っ越してって、新しい方が、部屋に入ったっぽいんですよね。特に挨拶もなかったので分かんないんですけど、でも結構ね、その新しく入った方がベッドだかこう座ってるソファーなんだか分かんないんですけどを私の部屋側の壁に絶対置いてると思うんですよ。っていうのもその咳とかがすごいよく聞こえるんですよね。なのでだからよくいるそのくつろぎの場が私の壁際に多分よくいらっしゃるので、声とかもよく聞こえちゃうと思うんですよね。なのでちょっとね喋りにくくなっちゃったんですよね。で実は今喋ってるこれもね自分のお部屋で喋ってないです。今まではねこのコーヒー入れる映像が流れてるそこの部屋で喋ってたんですけど、なんとなく聞こえてるんじゃないかなっていう気がして、新しい方が引っ越してきてからはちょっとね私奥の洗面所とかがあるところに引っ込んで喋るときは喋ってんですよね。そうそう、だからちょっとねライブ配信はさすがにそこでやるわけにはいかないんで、そういう理由でちょっとねライブ配信しにくくなっちゃったんですよね。ただ真冬とかになるとねこうエアコンかけるじゃないですか。でエアコンの動作音ってこうブイーンっていうあれって地味にちょっとうるさいっていうかお互いの部屋でエアコンかけてたら声とかも聞きにくいんじゃないかなって思って、もしかしたら冬にエアコンをかけてる時期だったらできるかもなっていう気はしたりするんですけど、ちょっとわかんないですそうそうで、なんか隣の部屋の人の話してる声とかも結構よく聞こえるんですよ。だいぶ前の動画でもちょっと言いましたけど、下の階の人の声とかも結構よく聞こえるんですよ。ただよくは聞こえるんですけどもクリアに聞こえるわけではないんですね。だからすごいなんか喋ってるな、結構うるさく聞こえるなっていうふうには思うんですけども、具体的に何を喋ってるかの声自体はこのぼやけて聞こえるというかね、だからぼやけた声が結構大きめで聞こえるっていう感じなんですよね。だから喋ってる内容まではもしかしたらそんなに分かんないかもしれないんですけど、私もね喋る時はなるべくこう窓際のというかお隣の部屋から喋れたじゃない離れたとこに座って喋ろうと思ってるんでね、ベッド側とかにね、そうそうだからねアパートってね壁が薄いからしょうがないかなっていう気もするんですけども、ただねちょっと同じアパートの中でもねちょっと私が住んでるアパートで結構安不審だよなって思ったりする部分はあるんですよね。このなんていうかドアの付け方とかなんかこういろんな細かい部分がね結構こう
きちんとっていうか適当に作ったって言ったらあれなんですけど、ちょっとディアゴスティーニ感はありますね。あれです。ディアゴスティーニって前ちょっと言いましたよね。ディアゴスティーニっていう昔よくあった工作関係のキットとかを本とかで売ってるやつ。つまりこう素人が手作りでこう頑張って作った感がちょっとある感じがして。そうそう。パッと見綺麗に見えるんですけど、フローリングの床とかね、そういうちょっとしたドアとかの素材がね、めちゃめちゃ安物っぽいなっていうのはあります。だからね、フローリングとかもね、指で引っかいただけでちょっと傷というかね、ができちゃうくらいやわかったりとかするんですよね。まあいいや、ちょっと話がそれてきちゃったんですけど、まあそんな感じでちょっとライブ配信がちょっとできてないんですけどっていうことでございます。というわけで、最近はちょっと肩こりに困ってるよっていうお話でございました。ということで今回はねちょっと夜になってしまいましたが、まあね特に絶対に夕方にあげなきゃなんないっていう決めてるわけじゃないんでね、まあその日の気分によってねちょっと曜日が少しずれたりとかしてもアップする時間がねちょっと夜になっちゃったり、場合によっては朝になっちゃったり、朝からやろうって気はならないと思うんですけど、そういうのもありかなっていうふうに思ったりします。基本的にはね必ず土曜日にはあげようっていうふうに自分の中には決めているので、基本的には土曜日に1回、あと気が向いた時に週の中日、火曜日か水曜日に1回あげるっていうペースでねこれからもやっていきたいと思います。というわけで、それではまた。